RX110 ガブスレイ。ガブスレイはパプテマス・シロッコによる設計概念をもとに開発・試作された可変モビルスーツである。開発は連邦軍のルナ2工廠の開発枠を利用してティターンズ主導のもとに行われ、砲撃戦と格闘戦の双方で高いスペックを達成している。機動兵器としてのポテンシャルは画期的なものであったが、複雑なフレーム構造などが生産性向上の障害となることが明らかであったため、量産は見送られ、数機の試作が行われたのみであった。人型のモビルスーツ形態とモビルアーマー形態を状況に応じて使い分けることにより、高機動戦闘や対モビルスーツ白兵戦などに多目的に対応可能。モビルスーツ形態では主にフェダーインライフルによる長距離射撃戦を、モビルアーマー形態ではその推力を生かした一撃離脱戦法を得意とする。というわけで、どうもプラシキです。本日は機動戦士ゼータガンダムに登場する可変モビルスーツであるガブスレイを作っていこうと思います。発売日は2005年12月19日、販売価格は1760円となっています。今月は機動戦士ゼータガンダムに登場する可変モビルスーツを重点的にレビューしているんですが、アッシマー・ハンブラビに続き第3弾目となります。こちらガブスレイ。モビルアーマー形態がかなり独特な形状をしているので、どのような作りで変形をしていくのか楽しみです。それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。内袋は3袋になっていました。ランナーを並べてみました。ランナーですが、このガブスレイ全部で4枚ですね。ランナー数非常に少なくなっていますが、パーツは細かいパーツいくつかあるので、パーツ数はぼちぼちあるのかなといった感じでした。それではランナー見ていきたいと思います。まずこちら A ランナー、カラーランナーですね。ガブスレイのこちら新規のランナーに全てなっていました。こちら外装パーツ関係ですね。ディテールは結構控えめな印象を受けました。そしてこちらは ABS の C ランナーとなっています。フレーム関係ですかね。そしてこちらの D ランナーも ABS のパーツとなっていました。大きなスタンドが付属しています。そしてビームサーベル、今回は曲がっていませんでした。そしてポリキャップは PC1 日産プラスですね。そしてホイールシールはシンプルなものが付属しています。そしてこちらビストナット、スタンド用ですね。それでは説明書を見ていきたいと思います。カラーと白黒の見開きタイプの説明書となっていました。組み立ての工数は全部で33工程となっていました。そして後ろのページにはこのようなカラーのポージングされたページ、そして色見本のページが記載されていましたね。そしてページの中腹にはこのような CG のデザインやデザインワークスのページなども記載されていました。それでは早速パーツ切り出してみましたが、パーツ数そこまでがっつり多いというわけではありませんでした。このような感じになっています。それでは早速胴体パーツから組み立てていこうと思います。まずこちらガブスレイの胴体パーツですが、このようにカラーの色分けが程よくされているような感じとなっています。細かい部分言えば色分け、塗り分けも必要な部分もあるんですが、まずされている方じゃないでしょうか。かなり昔のキットではあるんですが、このような感じとなっています。そして合わせ目などに関してですが、このように脇の下や、そして肩のアーマーの部分などにはがっつりと合わせ目が出てしまうようになっていました。こんな感じですね。この脇の下部分もそうなっています。かなり古いキットにはなるので、約20年前ですか。この辺りは仕方がないのかなと思います。このような可動ギミックも搭載をされていました。この辺りは引き出せば結構動くような可動域を持ってたイメージですね。こんな感じになっています。続いて頭部パーツ。この物合いのシールがちょっと貼りづらかったですね。3種類あるうちから選べます。そしてこのように上部のカバーをし、アンテナ部分を取り付ければ頭部の完成。かなりシンプルな頭部となっています。合わせ目に関しては上下ではめ込みのため、はめ込んだ部分にちょっと合わせ目っぽいのが出るんですが、それ以外はもうパーツ一体成形のため合わせ目は目立たないようになっていました。独特の形してますね。続いて腕部パーツを見ていきたいと思います。こちらが肘の部分のパーツですね。スライドする構成となっていました。そしてこのように前腕部など取り付けし、程よく色分けされてますね。スラスター部分など。そしてマニピュレーターは2種類。握り手と銃持ち手がついていました。そしてボールジョイントでのはめ込み。こちらはポリキャップでのはめ込みではありませんでした。
そして腕部完成したんですが、このような感じになっています。肩幅部分には思い切り合わせ目が出ますね。そしてこの前腕部にも合わせ目が出てしまいます。肩幅部分はそうですね、結構目立ちますね。そしてこの肘の部分なんかがちょっと変わった位置が曲がるんですね。変形機構があるのでそういった作りになっているんでしょうが、結構下の方に肘があるイメージになっていました。そしてここは360度回るようにできています。続いて脚部パーツ見ていきたいと思います。脚部パーツも結構パーツ細かく分かれていましたね。このような感じの作りになっています。外装パーツはめ込みですね。そしてこちらクローンアームの部分になるんですが、こちら ABS パーツとなっていてちょっと複雑な作りとなっていました。そしてスラスターは色分け、このようになっています。内部構成、そしてはめ合わせるんですが、ここクローンアームが綺麗にはまらなかったんですよね。最初きっちり内部に入れてあげればこのようにぴったりとはまるようになってるんですが、少し難しいと思います。そしてこのように各部分を接続すれば脚部の完成となっています。合わせ目に関しては段落ちモールドのような感じの合わせ目にはなっていますね。この太もも部分とすね部分、そしてふくらはぎ部分と合わせ目は段落ち処理という感じのイメージになっています。そしてこのような感じで膝部分結構曲がりますね。太もも部分もスライドのギミックが搭載されています。足首もかなり広めの可動域となっています。可変モビルスーツなのでこの辺りは結構ギミックがしっかりと搭載されているイメージになりました。脚部いかがでしょうか。このような感じになっています。続いて腰部パーツを見ていきたいと思います。腰部パーツですが、前回ハンブラビの時はかなりシンプルだったんですが、こちらのガブスレーの腰部はかなり複雑な作りとなっていました。パーツも結構細かく分割をされているところでしたね。色分けは赤いスラスターの部分はしっかり色分けはされていますが、内部は塗り分けが必要かと思います。このような感じで腰部それぞれのパーツを組み合わせれば完成ですね。このように内部、モールドとかはがっつり入ってるわけではありませんね。ディテールも控えめな感じはします。こんな感じで各所が稼働するような作りとなっています。こちら変形の際に動かすようになっているみたいで、かなり可動域は取られていますね。この位置なんかも動くようにできています。HG にしてはかなり動く方の可動域を持った腰部ではないでしょうか。続いて武装類、こちらフェダーインライフルですね。前回のハンブラビの時と同じものの色違いになっていました。作りなんかももう完全に一緒ですね。この辺りの可動なども同じようにできていました。本当色違いの武装となっています。ということはこのようにビームサーベルも差し込むことができました。このようになっています。そしてビームサーベルは2本付属をしていまして、この持ち手の部分ですが、こちらを腕部のこの位置に2本させるようになっていました。両側ともで合計4本させますね。そしてこのように専用のスタンドも付属をしています。こちらでビスは2本使うようにできていました。アッシマーなんかと同じような感じの専用スタンドですね。ABS で作り自体はかなりしっかりしていると思います。それでは全てパーツ出揃いましたので取り付けしていきたいと思います。まずこちらがボールジョイントでの接続、脚部ですね。どちら側もはめ込むんですが結構硬かったですね。これ多分動かしてるとそのうち緩くなりそうな予感がします。下半身こういう形の作りとなっています。この開く動作あまり得意ではないですね。前後への開きはかなり開きます。ただ腰部のこのスカート部分を動かさないとそこまで開きません。膝に関してはある程度可動域設けられていますね。このような感じの可動域となっていました。続いて上半身ですが、まず軸でのポリキャップでの接続となっています。腕部と接続をしていくような形。そして頭部はポリキャップではなく通常のプラスチックジョイントなんですが、ここが結構硬くてなかなかはまらなかったんですよね。綺麗にこの頭部にはめるのが大変でした。ちょっと傷がいくつか入っちゃいましたね。このような頭部、そして前後にこういう感じでスライドで動くようにできています。左右へもある程度振ることはできるような可動域となっていました。こんな感じの上半身ですね。そして前後こんな感じ、
ある程度までは曲げられるのかなといった感じですが、可動域そこまで広くはないですね。そして上半身と下半身は軸でポリキャップでの接続となっていました。こちらで接続をしてガブスレー本体の完成となります。このような感じですね。結構独特な風貌してますね。そして胴体部分ですが少しスライドできますね。前後はほとんど動きません。このような感じになっています。さあ、それではお楽しみのモビルアーマー形態変形見ていきたいと思います。まず脚部のこのはめ合わせパーツ外し、つま先のパーツも外します。太ももをスライドさせ、すね部分のパーツを180度回転。そしてこちらもくるっと回転をさせます。そしてクロー部分をこのように取り出します。こちらもスライドギミックついています。そして取り外した脚部のパーツをまた再度はめ合わせます。このような感じですね。そしてこちらがモビルアーマーの中間形態となっています。クローアームがかなりかっこいいですね。いい感じにできています。そして引き続き変形をしていきます。この頭部をまず下に下げて、後ろのこの部分を稼働させて頭部に蓋をするような感じですね。このような感じでカバーをします。続いて腕部パーツ、このような感じで肩のアーマーをスライドさせ、前腕部を引き出します。そしてこのような感じでぐるっと曲げてあげます。マニピュレーターは取り外しておくような状態ですね。これで上半身のモビルアーマー形態完成しました。続いて腰部のこのスカート位置などの可変ですね。こんな感じになっています。それぞれスライドをさせてパーツとして変形をさせていきます。このような感じになっています。そして先ほどのクローアームの部分をまた再度戻し、こちらを180度再度回転をさせます。そして取り外しておいたつま先部分をはめ、このスライドしてかぶせられる位置、太ももの位置に隠します。そしてこの外装パーツの部分を開いてしまえば脚部の完成。腰部と組み合わせるとこのような形の下半身の変形となっています。かなり独特で複雑ですよね。最初してる時に間違ってるかなと思いました。そしてこの背中の部分のパーツをこのように取り外しをします。そして再度上半身と下半身を取り付ければこのような感じのモビルアーマー形態となります。なんとも言えない変わった形ですよね。僕はちょっとスズメに見えるんですけどね。そしてこのようにフェダーインライフルを下部に差し込んでしまえばモビルアーマー形態が完全に再現された状態となります。このような形になっています。ハンブラビやアッシュマーに比べるとちょっと複雑な変形かなという印象を受けました。そして先ほど取り外した部分には専用スタンドのジョイント用の穴をつけることができます。さあ、それではガブスレー完成しました。このような感じのプロポーションとなっています。結構やっぱりこの時代のキットにしてはかなりプロポーションいい方じゃないですかね。この脚部なんかもかなりスマートな感じにできていると思います。色分けは細かいところ言うとかなり色分け必要かなという部分はありました。それでは武装を見ていきたいと思います。フェダーインライフルから、こちらビームサーベルも接続することが可能となっています。そしてビームサーベル、このように2頭持ちさせることも可能になっていました。そしてモビルアーマー形態、こちら中間形態の方ですね。かなり渋い感じの変形じゃないでしょうか。そしてこちらがモビルアーマー形態の完全版。この見た目、皆さんはどのようなものに似てると判断するんでしょうか。独特な形状のモビルアーマー形態ですよね。さあガブスレー、皆さんの感想はどうでしょうか。それではエンディングいきたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回 HGUC144 分の1ガブスレーを作った感想ですが、古いキットにしては複雑な変形ギミックも再現されていて楽しめるキットになっていたんではないかと思います。装甲などを一部取り外して再度取り付ける必要はあるのですが、それでも凝った作りになっていると感じました。可動域や合わせ目に関しては古いキットなので当然のように出ますし、可動域もそこまで広くはありません。色分けに関してはある程度の色分けがされてはいますが、細かい部分の塗り分けなどは必要になると思います。変形キットの宿命でもある ABS 素材が多用されているので、動かしている時に折れたり塗装する時に気を使いそうな印象を受けました。
それ以外に関しては見た目のプロポーションもいいし、何より変形ギミックは複雑ではありますが中間形態も再現できるし、変形させていて楽しいキットになっていました。この辺りの可変機がマスターグレードで出ないかと密かに期待しているんですが、なかなか販売されそうにないですね。次回もゼータガンダムシリーズの可変モビルスーツに挑戦するので楽しみに待っててください。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。